彼女は借りた220円を10年間返しませんでした。そして10年後、そのお金を全く知らない高校生に渡しました。10年前、夜11時40分、冷たい雨が降る最終バスの停留所。当時24歳だった彼女は仕事を終え、急いでバスに乗ろうとしました。ところが、交通系 IC カードの残高はわずか47円。財布は会社に置いたままでした。スマートフォンの充電も切れていました。次のバスはありません。家までは歩いて50分。彼女は運転手に小さな声で言いました。すみません、降ります。その時、後ろに並んでいた女性が運賃箱に220円を入れました。これで乗れますよ。見知らぬ女性でした。彼女は慌てて頭を下げました。必ずお返しします。お名前教えてください。けれどその女性は首を横に振りました。私に返さなくていいんです。いつか同じように困っている人がいたら、その人に返してください。それだけ言うと、女性はバスの奥へ歩いていきました。名前も連絡先もわかりませんでした。それでも彼女はあの夜の220円をずっと忘れませんでした。それから10年後、雨の降る夜、彼女は最終バスを待っていました。すると、制服姿の高校生がカバナの中を何度も探し始めました。財布を落としたらしく、目には涙が浮かんでいました。すみません、歩いて帰ります。その言葉を聞いた彼女は運賃箱に220円を入れました。高校生は驚いて何度も頭を下げました。必ずお返しします。お名前を教えてください。彼女は10年前と同じ言葉を返しました。私に返さなくていいんです。いつか同じように困っている人がいたら、その人に返してください。バスが走り出すと、窓の向こうで雨に濡れた街の明かりが静かに流れていきました。あの220円はまだ誰にも返されていません。誰かから次の誰かへ、今も渡り続けているからです。優しさは受け取った人に返さなくてもいい。次に困っている誰かへ渡せばちゃんと続いていきます。この物語をまた誰かの夜へ届けるために